皆さんこんにちは。ルカチャンネルのルカです。さて本日日付が変わりまして、タカラトミーモールの方で新しいベイブレード X の商品のラインナップがね公開されていましたので、今からね皆さんと一緒に確認していきたいなというふうに思っております。今回ですね、本日ご紹介するのは、こちらですね、 CX の17ランダムブースターボリューム10ということで、ついに情報がね解禁されましたということで、今回の乱舞はですね正直かなり面白いです。というのもですね、 CX の新機体に加えまして、あと UX と BX の強機体がね混ざった、外れの少ないね構成になっているんじゃないかなと思います。はい、でさらに今回レア枠ですね、こちら1機で3つのスタイルに変化するベイブレードということで、これは環境的にもねかなり影響が出るんじゃないかなと思います。ということで今回はですね、ラインナップと性能、それであとは環境目線みたいなところをねしっかり解説していきたいなというふうに思っております。はい、まず今回ね、商品の概要を、お伝えしていくんですけど、まず基本情報からいきましょう。こちら、発売日2026年4月25日、なんと今月の発売ということで、価格が、1600円税込みとなっております。全6種のランダムブースターということで、今回はですね、目玉はやはりこのレア枠のユニコーンデルタということで、とうとうユニコーンも、やっとねカスタムライン、そして今回エクスパンドブレードということで登場していると思います。で今回はですね、これタカラトミーモールところじゃないところでですね、Amazon さんとかで、詳細がね、パーツ詳細ラインナップ発表されていましたので、それも合わせてね見ていきましょう。でまずはこちらのラインナップ、見ていきましょう。ランダムブースターということで6種類ね全部今から見ていきます。まず1つ目、レア枠ですね。こちらがユニコーンデルタ PO360GU、 そしてレア2ですかね、ユニコーンデルタ PO180GR、 そして3つ目、サムライセーバー 965LO で、4つ目、ヘルズハンマー 385GU です。で5つ目はティラノビート 360N、 そして最後、クリムゾンガルダ 780GU ということでですね、はい、今回ねこちら、カスタムラインエクスパンドブレード、そして UX ラインと、BX ですね登場しております。この混合構成というのがね、かなり面白いなというふうに思っております。ではですね、今回の主役、こちらユニコーンデルタ PO360GU ですね。これかなり特殊なんですけれども、今回こちらの最大の特徴はですね、このトリプルスタイルということでですね、組み替えによってアタック、バランス、ディフェンスですね、この3つに変化するということで、さらに構成的には一点集中の重量配分、そして攻撃場と防御場のハイブリッド、そして安定よりのビットということで、つまり火力だけではなくてですね、対応力で勝つ設計になっているかと思います。これですね、今の環境でかなり重要なのかなと思っているんですけれども、相手に合わせてねスタイルを変えられるっていうのは、普通に強いんじゃないかなと思います。そして、2つ目ですね、サブ枠っていうのかな、色違いのユニコーンデルタ PO180GR ということで、こちらはね身長が高くなった、構成になっているんですけれども、レアよりもどうなのかな、扱いやすさとか時給寄りなのかな、っていう印象かなと思います。はい、安定運用したい人向けかな、あと GR ということで、かなりエクストリームダッシュの、スピードも速いと思うんですけれども、攻撃もねしやすく、してくれているカスタム構成になっているんじゃないかなと思います。で3つ目はですね、続いてこちらからが、UX、ユニークラインの、ところなんですけれども、まずサムライセーバーの 965LO、 そしてヘルズハンマー 385GU ということになっております。この2つですね、サムライセーバーはですね、今回 965LO ということで、この LO のパーツがね非常に優秀かなと思います。どちらかというと、時給寄りのカスタマイズ、そしてヘルズハンマー 385GU ということで、はい、こちらもですね、ヘルズハンマーのカラーリングがかなりなんかおしゃれでいいんですけれども、この、ターコイズブルーみたいなのと、イエローのカラーリングめちゃめちゃおしゃれかなと思います。バランスタイプのね、
カスタマイズ構成になっていると思います。で、僕注目しているのはですね、やはりこの BX の、ベーシックラインからなんですけれども、ティラノビートの 360N、そしてクリムゾンガルダ 780GU ということで、ここがですね、非常にパーツ取りとしては優秀かなというふうに思っております。安定的にね、使いやすいこの360だったり、あとは780ですね。こういったパーツっていうのが非常に、環境でも使いやすいね、パーツになっているんじゃないかなと思います。はい。で、一番重要なのが、このランブなんですけれども、一気完結型のこのバランスタイプのユニコーンデルタ、もしくは、他のね、パーツ構成を取れるということで、この構図になっていることによって、アタック専用のベイがあったり、ディフェンス専用ベイがあったり、はたまたバランスタイプのベイがあったりということで、様々なね、タイプあると思います。で、特にこのレア枠のユニコーンデルタはですね、一気で全部対応できてしまうっていうところがね、今回の強みかなと思います。はい。まずですね、正直これ環境を変える可能性もあると思うんですけれども、パーツね、360がこれだけ入ってるっていうのは、まず1つ目は、めちゃめちゃ嬉しいポイントかなと思います。特にBX ラインもあるし、BX、UX あるんですけれども、LO とかね、ビット、それからラチェット、がね、かなり今回優秀な、外れが少ないね、紙乱舞みたいな感じのね、構成になっているんじゃないかなと思います。はい。これ普通にですね、初心者にもおすすめですし、ガチ勢の方にもね、試す価値あるんじゃないかなというふうに思います。はい。ユニコーンデルタのね、トリプルスタイル、アタック、バランス、ディフェンスということで、色もね、非常におしゃれだし、なんかやっぱユニコーンっていうとこうなんかね、美しいイメージがあるんですけれども、いいなと思います。ビットも新規パーツ、ギアユナイトがね、めちゃめちゃ暴れると思うんですけれども、最後のスタミナもね、どうなのかっていうところもね、注目したいポイントかなと思います。はい。はい。ということで、実際に回してみたらどうなるのかっていうの非常に楽しみなんですけれども、今回もかなり気になるところが多いので、はい、今回も、検証と、レビュー動画やっていきたいというふうに思っております。はい、皆さんいかがでしょうか。今回の乱舞なんですけれども、カラーリングもね、すごくいいんですけれども、サムライセーバーがこの乱舞入ってくるっていうのも結構ね、面白いポイントかなと思います。赤のね、サムライセーバーなんですけれども、はい、非常に人気のね、機体になっているんじゃないかなと思います。はい。はい、ということで本日はこの辺で動画終わりにしていきたいなというふうに思っております。このルカチャンネルではですね、ベイブレード X の最新情報や商品レビュー、それからイベントに行った際の映像、それからシネマティックなベイブレード X の映像表現もやっておりますので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ルカチャンネルのルカでした。バイチャ。